こんにちは、さくらです。今日は日本のお土産文化についてゆっくり話します。皆さんは日本でお土産を買ったことがありますか？旅行に行った時、家族や友達に何かを買って帰ることがあります。日本ではこのお土産を大切にする人が多いです。お土産はただのプレゼントではありません。あなたのことを考えていましたという気持ちを伝えるものです。旅行先や出かけた場所で買ったものを家族や友達、会社の人などに渡します。例えば、京都に旅行に行ったら京都のお菓子を買います。北海道に行ったら北海道のチョコレートやクッキーを買う人も多いです。沖縄に行ったら沖縄のお菓子や食べ物を買う人もいます。日本では場所ごとに有名なお土産があります。駅や空港にはお土産のお店がたくさんあります。旅行の最後に駅や空港でお土産を買う人も多いです。では、どうして日本人はお土産を渡すのでしょうか？一つの理由は感謝の気持ちです。例えば、旅行の間、会社を休んだとします。その間、他の人が仕事をしてくれたかもしれません。その時、休んでいる間、ありがとうございましたという気持ちでお土産を渡すことがあります。お土産は小さいものでもいいです。高いものでなくてもいいです。大切なのは気持ちです。日本では旅行の後、会社にお土産を持っていく人もいます。もちろん必ず持っていかなければならないわけではありません。でも会社の雰囲気によっては旅行後にお菓子を配ることがあります。会社のお土産では個包装のお菓子が人気です。個包装とは一つずつ包まれていることです。例えば、クッキーが1枚ずつ袋に入っているものです。これならみんなに配りやすいです。机の上に置いておくこともできます。旅行に行ってきました。よかったら食べてください。と言って渡すこともあります。とても日本らしい文化だと思います。お土産を選ぶとき、日本人はいろいろなことを考えます。まず、相手が食べられるものかどうかを考えます。甘いものが好きな人にはお菓子がいいかもしれません。お酒が好きな人にはその土地のお酒がいいかもしれません。でも会社へのお土産ならみんなで食べやすいものが便利です。次に日持ちするかどうかも大切です。日持ちするとは長い間食べられるという意味です。すぐに悪くなるものは少し渡しにくいです。だからクッキーやせんべい、チョコレートなどが人気です。そして持ち運びやすいことも大切です。旅行中は荷物が多いです。だから軽くて壊れにくいものが便利です。日本には地域限定のお土産もたくさんあります。地域限定とはその場所でしか買えないものです。例えば京都には抹茶のお菓子が多いです。北海道にはミルクやバターを使ったお菓子が多いです。福岡には明太子を使ったお土産があります。
大阪にはたこ焼きのお菓子があります。このように日本ではその土地の味を楽しめるお土産が多いです。旅行に行った人もお土産をもらった人もその場所の雰囲気を少し感じることができます。お土産を渡すとき、日本語ではいろいろな言い方があります。一番簡単なのはこれです。これお土産です。よかったら食べてください。とても自然な言い方です。友達にはもう少しカジュアルに言うこともできます。旅行に行ってきたからお土産だよ。会社では少し丁寧に言うことがあります。旅行に行ってきました。よろしければ召し上がってください。召し上がってくださいは食べてくださいの丁寧な言い方です。お土産をもらったときはこう言います。ありがとうございます。嬉しいです。いただきます。いただきますは食べる前にも言いますが、何かをもらうときにも使うことがあります。お土産文化は楽しい文化です。でも少し難しいと感じる人もいます。誰に買えばいいのか、いくらぐらいのものがいいのか悩むことがあります。会社の人に買うべきか、友達だけでいいのか迷うこともあります。日本人でも悩むことがあります。だから皆さんが日本でお土産を買うとき、完璧にしようとしなくても大丈夫です。大切なのは相手を思う気持ちです。小さいお菓子でも相手は嬉しいと思います。外国の友達に日本のお土産を渡すなら何がいいでしょうか？人気があるのは日本のお菓子です。抹茶味のお菓子や和風のクッキー、せんべいなどがあります。小さい文房具も人気があります。日本のペンやノート、シールは可愛いものが多いです。また、手ぬぐいや小さいハンカチもいいと思います。軽くて持ち運びやすいです。相手が日本に興味があるなら、とても喜んでくれるかもしれません。今日は日本のお土産文化について話しました。日本では旅行に行ったとき、家族や友達、会社の人にお土産を買うことがあります。お土産はただのものではありません。感謝の気持ちやあなたのことを考えていましたという気持ちを伝えるものです。日本のお土産文化は少し難しいところもあります。でもとても温かい文化だと思います。皆さんの国にも旅行の後に何かを渡す文化はありますか？よかったらコメントで教えてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。